どうも、こんにちは。てみこです。っすね、今日はですね、早速、この前お見せした購入品の中から、これを使って、はい、これっすね、はい、編んでいこうと思います。ね、これ。ね、何作るかって、あれだよ。非常にシンプルなもので、まあ、円編みです、基本的に。円編みなんですけど、鍋敷をね、編もうかなと。はい。これでね、編んでいきますわ。でね、これからです。これ一番細い、自称1.5ミリ、実質1ミリの、これを使って、これ内側からは取れない中にね、これが入ってるからね。ここに一応なんか端っこらしきものがあるけど、これ本当に細いわ。これ国用に比べたら。国用は一応2ミリらしいんだよね。そう。国用のはね、2ミリって書いてあって、ちゃんと2ミリ。日本はほら、真面目だからさ、2ミリっつったら2ミリなわけよ。こっちと違ってね。こっちはほら、ね、大体の幅が大きいんだからさ。じゃあ、どうやってやっていこうかなっつう話ですけど。で、これ端っこどこさ。ここだ。ここ、端っこ。これね。これもぽいな。ぽい。さあ、よっと。よし。ね、これを使っていきます。ちょっと、こっち入れといて。ね、これ、8ミリ。ね、これを中に入れて、これで編んでいくっていうことです。よし。じゃあね、早速編んでいきます。例によって、無計画です。はい。じゃあね、まずね、編んでいく前にね、これをね、準備をしよう。ね。準備っていうのはまあ大したことじゃないんだけど、これを端っこからだと編んで、このまま入れると、次の段に行くときに、ここはちょっと太すぎるんで、これをね、3つに分けて、切ります。こんな感じで。こんな感じで。で、こんな感じで切っておいて、で、徐々にこう、巻き込んでいく感じ。これでいきますわ。でね、今日はね、いろいろ考えました。使うのは、とりあえず今のところ、7号でいこうかな。っていう感じで。まあ、後でまた考えようかなと思ってんだけど、まあ、とりあえず7号で編んでいきます。で、最初、普通に、迷ったんだよね。6にするか8にするか。どっちでもいいらしいんだけど、いいらしいっちゅうか、まあ、作ってる人がね、両方いるっちゅう話ですわ。で、ちょっと。よし。1。とりあえず6でいきます。いつも通り。3、4、6。で、6から始めます。これで、ちょっとこう絞って、ギュッと、はい、絞れたら、1、2、3、4、5、6、6、ここに。で、もちろんね、立ち上がりはなしで、そのままいきます。なので、ここぶっ刺して、あと、こうか。これね、入れていきます。こんな感じでね。これ、後ろ。よし。で、こんな感じで。まずは、ちょっとずつ太くしていく。1、ね、ここは増やし目なんで、一目に2つずつ入れて増やしていく。で、最初のとこに一応ね、これつけといて。立ち上がりなしなんで、はい。で、次に、さすがにね、この太さだと全部いっぺんにはね、できないからね。3。そろそろ入れないといけないね。3。はい。これで入った。2本目。いやー、楽しいわ。もうすでに楽しいんだけど。楽しいわ。でしょ。で、次、ここ。で、ここで入ってくるかな、全部ね。これで一応全部入った感じ。OK。ね、こういう感じで。よし。
で、ここまでで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10。あと2個。はい。で、これで12個入りました。で、次の段いきます。よし。開けて、こっから、こう入れて、で、少しはみ出てるやつはちょっと後ろに残しといて、で、次の段。1、1。あれ、入れるの忘れちゃったじゃん、これ。持ってくの忘れちゃった。これね。よし。はい。で、まず最初のところは2個入れるでしょ。いつも通り。2個。2個。で、忘れないように、これを入れといて、2個。で、次、1個。1個。次、2個。疲れんな、これね。やっぱこっちだよね。2個。2個。でね、そうね、手触りの感じ。この細い方は、結構滑らかかな。チクチクあんまりしない感じで。ね。悪くないね。で、こっちもね、結構滑らか。うん、チクチクはそんなにしない。1、1で、次に、1。ね、とりあえずこれでここまで編んできた。どうよ。どうかな、8の方がいいかな。というわけで、8個で始めてみました。なんかあんま綺麗じゃないんだけど、どういうこと？ここか。こういうのがちょっとあれだからね。よし、こうしといて。で、8個で始めてみた感じがこんな感じになっております。まあ、8個のがいいかなって感じだね。その方がこう目が詰まっていい感じかなと思ってんで、ちょっとじゃあこのまませっかくなんで8個でいこうかなと思います。で、8個の増やし目はもう6個の時と一緒。同じ感じで、増やしていく。同じです、基本的には。なので、今ね、だからね、なんだ1、2、3段目編んでるんだけど、1、2、3段目でね、3段目編んでるんだよね。だから、2個1個、2個1個のところを編んでる。うん。でこんな感じでね、ちょっとね、どんどん進めていこうかなと思います。でね、これがね、結構ね、でもね、なんかね、どっちだかわかんないけど、ゴミが出るね、結構ね。これね、ゴミが出るわ。どっちだろう、こっちかな、こっちだね。太い方だね。太い方は結構ゴミ出るね。でもね、8個でやった方がなんかこう、しっかりした感じになるから、やっぱり6個よりは、ね、いいかもしれないね。で、これはね、やっぱりね、編んでと思うんだけど、この中心のこの太い銃とね、これがやっぱりしっかりしてるから、ギュッてやっても、こうなんかあんまりこう、なんつうのかな、よれない感じっていうのかな。うん。で、あのね、寄せて編む時、国用のとかをほら何本も寄せてね、編んだりする時は、あんまりギュッてやりすぎると、こうなんかちょっと、締まっちゃったり、その牛の力が均等じゃないとやっぱりこうね、ブレちゃったりするんだけど、これはもうね、ある程度まあ7ミリとか、ね、8ミリとか言いながら7ミリとか6.5ミリとかだったりはするけれども、でも基本的には結構しっかりしてるんで、ギュッと締めても割とこう平気な感じ、ガタガタにあんまりならなそうな雰囲気はある。これいいね。ね、これ。これで次の段は4段目いきます。1、2、最初に2つ入れたから、で次が2個2個でしょ。2個、またこれつぶやきが始まるよ。1、2、1、
2で、ここに3、4で2つ入れるね。3、1、1で2。2。ね、こういう感じでずっと入れていきますね。とりあえず、1、2。こういう感じ。これでどん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 入れていく。わー、なんか、細い方が結構、やっぱ細いな。1ミリだな、これだな。そんな感じだけど。まあでもね、こんな感じ。どうよ。こんな感じ。じゃあね、これでね、どんどん、増し目をしていって、サイズをね、結構いい感じにしていこうかなと。もう本当に今日はね、これだけで、シンプルなんですよ、非常にね。もうね。なので、これでずっと編んでいきます。でね、今度はね、これでね、カゴとか作ろうと思ってっからね、ちょっと自分楽しみみたいな。ね、この太いの。ね、また買おう、これ。もう買うこと考えて次みたいなね。もうね、これはね、ほんと、そうだそうだ。綺麗に編むコツ。まずは、これをまずねじらないようにすることだよね、ここね。まず第一に。それはもう絶対って感じだけどね。で、あとは、ここの感覚をなるべく均等にするって感じ。本当に。で、あとはもう同じ力で編むっていう、もうそういう感じだよね。だからそんなにすごい、難しいコツとかっていうのは全然なくて、基本的には、ここを同じ幅にね、編んでって、で、あとはこう、なんていうの、寄ってかないように、まっすぐにまっすぐに時々こう置いて確認してっていうね、これの繰り返し。だからだいたいこれを編む時っていうのはまあ結構そこそこなんつうの時間かかるっていうか確認を結構何目編んだおきにするって感じ。もう一段とかガーッといきなり編んじゃったりはあんまりしないかな。だから例えば5名10名編んだらこう置いてねこうチェックしてっていうそういう感じ。どっかよれてないかとかどっか不均衡はないかね、それをチェックしながらこう編み進める感じだよね。でも面白いよこれ。ほんとぜひやって面白いから。ぜひおすすめです。ね、こういう感じでこうチェックしながら。こういう感じで。じゃあどんこどんこ進めていきます。というわけで、ね、ちんたらちんたらここまでね編んできましたよ。何段だかなね、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ね、今9段目に入ったところなんだけど、ね、こんな感じでね、ちょっとずつ急がずにねゆっくりゆっくり編んで丁寧に1234512345そう丁寧に編んでいくね。これコツコツの一つ。コツかよって感じなんだけど、そうでね、ちょっとねこれを出してきましたよ。これ止めてんのね、こうやってやってるとちょっとイラッとするんで押さえてるだけで、別にこれに沿ってこれ絶対これでここでこうやって編むんだっていうわけじゃなくてね、まあこれなんとなく止めてるだけなんだけど、なのでちょっと余裕持たせてね、びっちりやっちゃうとこうきつく締まっちゃうと嫌だから、ちょっとゆったりめにね押さえておいて、こうしとくとちょっと邪魔にならないかなと思ってね出してきたんだけど、でこれでねちんたらちんたら編んでるんだけど、まあ単純な作業なんでね、やってるとね集中してね無言でずっと編んじゃうからねなかなか喋りが出ない。これだからね8で始めたでしょ。でやっぱり8で始めた方がなんか綺麗にいくかなっていう感じなんで、もし試してみたい人はこう真ん中を8から始めることをおすすめします。6だとねやっぱりちょっとねこの間隔がすごく広くなっていっちゃう。なんでまあ8ぐらいがやっぱりいいのかなと。であとはまあやりようによってはねこのなんていうのこっち側の糸をねこう二重にしてやってもねいいかなと。そうするとギチ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 っていう感じでこの下の縄がね縄っていうか紐っちゅうの縄が、見えない感じになるんじゃないかなっていう感じでね、今度それもやってみようかなと思ってるんだけどね。なんかカゴ作る時でもいいしいつでもいいけど、ちょっとカゴはねなんでカゴさっきから言ってるかっていうとね、実はねこれを来るのを待ってて、でね一応15メートルでね足りるとは思うんだけどさ、どんぐらいの長さこれで使うか知らないけど、カゴをね編み直すつもりでいるわけ。一つもう作ってあるやつでね、すぐやるかどうかわかんないけどねやりたいものいっぱいあるんでそういっぱいあるのよ。
案だけはあんのよ。でも物資がないのよ。物資がないのよ。そうなの。そこなの問題はね。すぐに、これ欲しいなと思った時に買いに行けない。買いに行けないし、っていうか売ってる場所がないからね。なんつうの、インターネットで頼んでもいいかなとかって思ったりもするんだけど、インターネットとか、アマゾンとかね、で、売ってるやつってさ、なんかさ、わかんないじゃん、質感とかさ、触れないからさ。まあね、何パーセント何が何が入っててって見ると大体そのね、感じはわかるけど、でも実際ね、見てみないとわかんないしなと思って。だからなんか毛糸とかちょっとネットで買えないんだよね、私ね。おっかなくって。意外とない、数がってか種類が。意外とないんだよね。でも今度頼んでみてもいいかなとは思ったりもするんだよね。だってね、しょっちゅうそんなにね、今パリに行けないからさ。そうなるとやっぱりアマゾン様々だからさ。うち実はね、近所にね、アマゾンのね、あれなんだよ。配送センターみたいなのがあってね。でね、時々前通るんだけどさ。で私はまだ遭遇したことないんだけどさ、うちの家人がさ、いつも言うんだよね。なんか時間に通ると、そういう時間に通るともうすっごいトラックが止まってるとかつって、やっぱり、なんかすごい渋滞起こしてるらしいよ。そう、近くにあるんだよ、配送センターが。アマゾン頼むと、うちに来るやつは一回あそこに寄ってくるのかななんて思いながらいつも見てんだけどね。やっぱり早く日本に帰りたいな。そしたらいろいろ買えるのになっていつも夢見てます。いいな、日本に帰りたいな。もうね、あれですよ、流行り病ね。流行り病、えらいことになってますよ、こっち本当に。もう日本もね、一時期バーっとまた増えたけど、それでも、ね、いくらかまた減ってきたのかな、日本は。こっちはね、なんか偉い、お隣の国が偉いことになってるね。スペインね。スペインが偉いことになってるわ。全然収まらないよねって感じ。で、それでフランスは大丈夫なんて言ってる人もいるけどさ、お隣の国がそんなんだよね。フランス大丈夫って言えるの地続きだよっていう話でね。ちょっとフランスもまたこの先どうなるかわからないけど、でも状況を受け入れるしかないからね。そうなったらそうなったで、それなりに自分は危険のないように生活するだけなんで。いやもうほんと大変っすよ。なんかいろいろフランスもみんな言ってることがなんかとんでもないこと言ってて、例えばね、なんかね、例えばね、何が正しいかなんていうのは分かんないかもしれないけどさ、でもそれでも例えば今回の流行り病についてなんかはさ、医学的な情報とかっていうのがあるわけじゃない。でさ、もう本当にさ、もうテレビで議論する感じなわけよ。もうマスクするかしないかでね、こっちは。で、マスクなんかしなくてもいいっていう人と、マスクをした方がいいっていう人とかやっぱりいて、でそのことでけんけんがくがくやってるわけよ、テレビでアホみたいにこんな、私的にはさ、そのマスクが本当に効き目あるかどうかなんてどうでもよくって、どうでもいいっていうかさ、その言い方はちょっと極端かもしれないけど、どうでもいいっていうかさ、いやだから自分たちでさ、防げると思ったことはさ、最大限すればいいじゃんと思うわけ。ね、だってさ、例えばさ、マスクしたらマスクしたでさ、感染のリスクが確実に下がると私は思うわけ。っていうのはさ、マスクしてるだけでさ、例えば自分でさ、口元を直接触ったりとかしないわけじゃん。だって。それだけで防げるわけよ。要はだから口から入んなきゃいい、極端に言えばね、目から移るとかって言ってたけどさ、でも極端に言えば要は口から入んなきゃいいんだとしたらさ、それをさ防ぐためにはさ、マスクをさしておけばさ、その汚いお手手で自分の口を触らないわけじゃないね。そういうことよ。だからさ、そういう考え方できないのかしらと思ってさ、ほんと不思議でしょうがない。マスクなんかしなくていいとかっつって。だってさ、若い人なんてなんて言ってると思う？なんかお祭りじゃない、パーティーとかやったっていいじゃないかって、パーティーやった後にね、その何人以上集まるの禁止みたいな感じになってっから、だけどさ、そんなの別にいいじゃないかっつって、そんな集まった後にね、検査すればいいとか、アホかっちゅう話でね、そんなこと言ってる人とかいるわけよ。違う違う違う、そうじゃないだろうみたいなさ、あんまりなんていうのかな、やっぱりリアリティがないっていうか、なんだろうな、映ってもいいんだみたいな。なんか若い人はだから映ってもいいと思ってる人いっぱいいるみたいで、でもさ、結局さ、要はさ、何が大事かって、自分をまず守るっていうのはとても大事ですよ、やっぱりね。一番にね、自分を守る。で、
結局自分を守るってことは周りを守ることにもつながるわけですよ。なんかそこが分かってない人が多すぎるっていうか、僕はいいんだ別に移ったってとか平気で言うわけよ。いやそういうことじゃないだろうと。お前が移ったら他に周りに移るリスクも増えるんだよっていう話でさ。その辺がねちょっと自分勝手なんだよね、考え方がね。まあ全員じゃないよ。フランス人みんながってわけじゃないですよ。でもね、僕は移ってもいいんだとかって平気で言っちゃうおじさんとかね、テレビでいるんだよね。それでなんか俺は大丈夫みたいなことを言いたいのかなんか知らないけどさ、そんなのは怖くないって言いたいらしいんだけど、要はね、そういうことじゃないだろうとね。だから自分を守ることで他人を守ってるっていう、なんていうのかな、そういうつながりっていうのかな、なんかそういう風に思えない人がちょっと多いかなっていう感じがするよね。1234567 8。はい。さあ、何段目なのってね。12345678910段目でございますですよ。2足すからね。はい。10段目に入ってまいりましたよ。でね、これ今ね、何センチかな。これ、ちんたらやってるけどさ。今何センチ？今18センチ。これはね、26センチまで。あとだから、4段ぐらいか。4段ぐらいかな。あと4段ぐらい編まなきゃいけないんだけど、ちょっと見て。なんか細くなってきたよ。なんかえらい細くなってきたよ、これ。ほら。この細さ。わかる？この細さ。ね。これ1.5ミリなんだけど、1ミリもないよ。しばらく。まあまあ、しょうがないんだけどさ。えらい細いよね、ここ。ちょっと。ね、これ。1ミリ以下。どういうこと？細すぎ？細すぎやないの。いや、細い。いや、でも楽しい、これ。ほんと楽しい。なんだろうな。単純なんだけど、こう気遣いながら編むっていうね、これね。楽しいわ。本当に。ね。でもね、なんか麻紐ってさ、もうチクチクすんじゃん結構。でね、これね、編んでるとね、これちょっと、ほこりっちゅうのかな、やっぱりね。ほこりっちゅうのが出るからね、ちょっとくしゃみが出やすいんだよね、私ね。アレルギーとかはない人なんだけど、ほこりとかのね、別にアレルギーとかっていうわけじゃないんだけどさ、細かい、この、なんつうのかな、こういうほこり、こうやってやるからパーパー飛ぶわけじゃん、こうやって。ね。こうやってね、こうやったらね、くしゃみが出そうなんだよね、本当にね。私すぐくしゃみ出るからさ、胡椒を振りかけるとくしゃみ出る人だからさ、本当に。胡椒は本当にくしゃみ出るよね、あれね。料理中とかね、テーブルとかでね、胡椒振るでしょ。絶対くしゃみするね。間違いなく。間違いなくする。だから今ね、鼻水がね、垂れそう。鼻水が。やばい。やばい。大丈夫ですよ。垂れないですよ。垂れないけど、鼻水吸っちゃおうかな、みたいな。そんな感じ。よし。こういうのも全部出して。はい。鼻がムズムズしてくる。毎回そう。ほんと。鼻がムズムズする。あ、そう。ちなみに言うの忘れてました。はい。これ、編み針。7.5 に変わってます。はい。というのも、やっぱりこうね、周りにこうどんどん大きくなってくると、ちょっとずつこうやって、ここの幅がちょっとほんのり広くなってくるっていうかね、そんな感じがあるんで、奈良だとちょっときつめになっちゃう。なので、途中で、7.5 に変わってます。臨機応変にね、これ編むときはね、ここの幅に合わせて無理のない感じで、編めるサイズを選ぶのがいいかなっていうね、感じですね。そのうち8になるかもしれないでもこれ止めてると邪魔じゃなくていいわ。止めてないとこうやってほらこっち行っちゃったりなんだりするからね。だからこうやってこのクリップでこう逃げないように止めとくとちょっと楽。あくまでも調整はこの編む部分でしていく感じでね。これね。あれまた忘れた？すぐ忘れちゃ喋ってた。明日はね、久しぶりにね、パリングよ。パリもね、マスクをね、しなきゃいけない街になったわけで。なので、マスクしてないの見つかるとね、罰金ですわ、罰金。135ユーロ。まあ、15000円ぐらいかな。なので、マスク忘れたらやばい。マスク忘れたらまず電車乗れない。電車あれなんで、強制なんでしなきゃいけないんでね。そうやってね、
罰金取らないとね、みんなマスクしないってことなんだよね、この国は。要はマスクしましょうって言ったってさ、その習慣がないからさ。で基本的にみんなほら天の弱っていうかね、上からねしましょう言われると、フランス人のね特性だからそれね、しましょう言われるとやりたくない人がねいっぱいいるからそういうお国柄なんで、国柄っていうか国民性なんで。でも最近あれだね、前はなんか電車の席とかもここは座っていい、ここは座っちゃダメってこうシールが貼ってあったわけよ。こうやってここは座っちゃダメ、ここも座っちゃダメっつってダメなところにシールが貼ってあったわけよ。それがどうも取れたらしいからね。諦めたんじゃない？だってさ、貼ってあったって座るからみんな普通に関係ないって感じ。まあでもね、電車の席なんつうのはね、別に喋んなきゃ別にいいんじゃないのって私は思うけどね、別に隣マスクしてんだからさ、思うんだけど。それよりお前たちのその汚い手を何とかしろ。本当に意味不だよ。うちから外出るとさ、ちょっとさ、なんつったらいいんだろうな、噴水ってわけでもないけどさ、こう地面から直接こうちょっと水がバーッと出るところがあるわけで、別に噴水ってこうやって区切られてるわけじゃなくて、ほんのり区切られてるけど高さ的にはさ本当にちょっとへこんでるだけだから、普通のなんていうのかな、こう地面っていうのかな、道路のところにそういう部分が作ってあって、そこからもう直接水がバーッと出るわけだから、子供たちとかが遊んでるんだよね、そこでビシャ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 。それ見てギョッとしちゃうよね、本当にね。よく親あれほっとくよねと思うんだけど、子供たちがもうえらいことになってるっていうか、もうそのところで水でバシャバシャ遊んでて、水が止まってる時は普通に人が通れる要は感じなわけよ、普通に。だってさ、普通のなんつうの、この歩道があって、歩道と同じ高さのところにただ穴がこうやって普通に開いてるだけだから、いやこういうご時世じゃなくたってちょっとギョッとするけどさ、確かに人が普通に歩くところに水がビャーっと出てきて、でそれで子供たち遊んでるんだけど、うわと思って、親とかはそれ喜んで写真撮ったりしてるからね、もうギョッとするよ本当に。よくわかんない本当に、こっちの人の衛生観念何年住んでも理解不能。いやわかんないわ。あの水だって飲みながら遊んでんだぜ子供たち。そんなのがいっぱい。要はね、なんて言うんだろうな、例えばさ、その衛生的なさ、そうなんていうのかな、その細菌に関することとかさ、確かに一般の人たちはよくわかんないかもしれない。私もともと実は医療系なんで、あれなんですけど、だからっつって勉強しろとは別に言わないけどさ、ね、でもなんて言うんだろうな、それはバッチリことなんだよっていう概念すらないのかっていう感じでちょっとびっくりしたんだよね。ほらまた忘れてよ。概念的にね、もうなんかなんかもう全然違うんだなって思うしかないんちゅうかねそれで文句言ったらしょうがないんだけどね、本当にもうだって昔から培われてきているものなんで、そういう感覚っていうか概念っていうかね、観念っていうかね、なのでどうしようもないんだろうなと思って。いや汚いと思ってる人も中にはもちろんいるんだよ、ちゃんといるんだけど、みんな強いんだけどね、だからでもさ、強いって言っても結局ね、なんかあれだけ感染者爆発的に増やしてさ、いっぱい死んじゃってさ、だからなんかちょっと反省したらどうかだよ。はい、というわけでね、そろそろちょっとねまたね、歪みが出てきそうになってきたんでね、これはねまた変えましたよ。これね、今ね、見えるかな、電気でね、見えないかな、ライトで。今ね、8号です。はい、8号にしました。で、ちょっとずつね、こう、なんつうの、歪みが出ないようにね、ちょっと余裕持たせながら。これ、K がね、大きくなってくるとやっぱ気使うよね。この辺ぐらいまで割と平気なんだよね。この辺りからやっぱりちょっと気をつけないと。はい、この段も編み上がりました。というわけでね、そろそろ夕飯時ですわ。ちんたらやってたらね、夕飯時になっちゃって。よし。でね、あとはね、コツっていうか、この、なんていうの、綺麗に歪まないように編むには、やっぱりこうやってやった時に、ちょっと歪んでんなーって時に、どっちかなと、こう、なんていうの、きつくて歪んでんのか、緩くて歪んでんのか、ちょっと見極める必要があるんだけど、感覚なんだけどね、そこもね。で、こう確認した時に、ちょっときついなと思ったら、気持ちこうやって広げる、少し。あんまりやりすぎるとちょっとあれなんだけど、また歪みの原因になるからあれなんだけど、こういう感じで、これをちょっと
こっちを引っ張るみたいなね。こんな感じでこう確認しながらちょっとずつ進めていく。こんな感じでね、またね、さらにね、進めていこうと思います。なんか今日真面目だな、おい。っていうかあんまり喋ってないね、今日ね。あれおかしいな。なんでだろう。これ真剣になっちゃってるからね、きっと。数数えないといけないからさ。2、3で持ち上げてみて。大丈夫かなって。まあ大丈夫じゃん。大体大丈夫だよね。まあ、とにかく、今から夕飯の準備しなきゃ。ということで、ちょっとこれ、しばらく、この後、編み進めて、ね。行こう。今日中に終わんじゃないの俺。とりあえずね、今からね、夕飯です。